洗車用の拭き上げタオルをオートバックスに買いに行ったけど、いっぱいありすぎてどれ買っていいかわからん人めっちゃいると思います。そこで今回は洗車用品を定期的に買ってレビュー動画を作っている僕がこれまで買ってきた中で過去一でいいと思ったタオルで、プロの洗車屋さんでも実際に使われている絶対に買って失敗しないコスパ最強の洗車用タオルをご紹介します。ってことで早速ポチったのがこちらのタオル、イッツウィンのブラックホールというタオルになります。イッツウィンについて簡単に説明すると、日本のお隣の韓国のメーカーになりまして、主に洗車用のタオルなどを生産しているメーカーになります。実はこの前韓国に行った時に工場見学もさせてもらったので、動画の後半で簡単ですがどんなところでタオルが実際に作られているのかもご紹介しますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ということで早速袋から出してみると結構大きいです。サイズで言うと縦が70センチ、横が90センチ。ボンネットに乗せるとこんな感じで、ボンネット半分ぐらいの大きさ。これだけ大きいので1回で広範囲の水を一度に吸える感じです。こちらのタオルの特徴なんですが、タオル両面が使えるようになってて、片側はこれまでの洗車タオルによくある毛が長めのやつ、反対側は逆に毛が短くなってます。この毛が短い方を使うと、車のエンブレムの周りを拭くときや、こういう先が尖ったパーツを拭くときにタオルが引っかからないので、そのせいでタオルがほつれて劣化することもなくなるそうです。反対側と比べてもこれだけ毛が短くなってるおかげで引っかかりにくいそうなんで、ほんまかどうか実際に今から洗車して試してみたいと思います。ということで軽く洗車したんで、早速イッツウィンのタオルを使って拭いていきたいと思います。まず毛が長い方で普通に拭いていきます。はい、これすごくないですか？拭くというかタオルを乗せて引くだけで拭く必要は全くないです。僕はだいぶ昔に車好き界隈で有名な G オンのタオルを初めて買って感動したんですけど、どんだけ水滴ついててもタオルを上から乗せて軽く引くだけで水滴が消えてるの見えてると思います。これは別にボンネットだけじゃなく、もちろん天井の水もこんな感じです。乗せて引くだけ、力とか全くいらないです。またボディ側面も同じような感じで秒で水を吸い取れる吸水力抜群のタオルです。今の映像を見ててなんかタオルの周辺が盛り上がってることに気づいた人いると思いますが、このタオルの縁のところがちょうど3センチぐらい太くなってて、その盛り上がってるところが指で掴みやすくなってるので、タオルを乗せて引く時にそこを持って引くとめっちゃやりやすいですね。またタオルがかなり大きいので、水を吸っていくとタオル自体がだんだんと重くなってきて、乾いた状態の時よりも力を入れずに引くだけで水滴を全部なくせます。元々の乾いた状態でも 700g と他の洗車用タオルと比べても重めなんで、力入れずに引くだけで拭き取り終わります。これまでの薄い軽いタオルだとボディ側面を拭く時にタオルをボディに押し付けてあげないと一部が浮いてしまってそこだけ水吸えないとかありましたが、このイッツウィンのタオルは水を吸うたびに重くなって自動的にボディ側面に張り付いてくれるので、極端に言うと片手でもボディ側面の水滴を簡単に吸い取ることもできます。見てわかるレベルで吸水力がおかしいので、ボディ側面であってもタオルをさっとかぶせてスライドするだけで全部の水滴が消えて拭き上げが秒で終わります。それでは次にですね、このタオルの最大の特徴である毛が短いサイドを使ってほんまにエンブレムを拭いても引っかかりゼロなのか、タオルがほつれないのか検証します。まずはエンブレムのところから。はい、こんな感じですね。普通なら引っかかるところをめっちゃスムーズに拭けます。参考までに前使ってた毛の長めの洗車タオルを使って拭いてみます。はい、やっぱり引っかかりましたね。これが結構ストレスで、多分今動画を見てくれてる人も同じ経験したことあると思いますが、これが起きるとタオルがほつれたりタオルの劣化にもつながるので、こういうエンブレムのところとか少し出っ張ってるパーツのところを拭くときは毛の短いサイドを使うと引っかかることもなくほつれないので、洗車してる時にイラッとすることがゼロになります。引っかからないので、こういうワイパーのところもストレスなく快適に拭ける仕様です。毛が短い面で拭き上げても吸水力は一緒なので、正直どっちの面を使って拭いてもいいです。個人的におすすめの使い方としては、ボンネットとか天井などの大きめのところは毛の長い方で拭き取って、エンブレムとか引っかかりそうなところは毛の短い面で拭き上げるとストレスフリーでだいぶ調子いいかなと思います。これは使ってて気づいたことなんですが、両サイドで毛の長さが違うからなのか、毛の長い方でだいぶ水吸ってタオル表面が結構濡れてたとしても、反対側の短い方見たら全然乾いててまだまだ余裕で水吸えたので、タオルの両面が使えることで実質大判タオルを2枚持ってる感覚ですね。これだけ大きいタオルなんで、スイフトぐらいの大きさなら1枚で十分ですね。
ね。下手したら2台ぐらい全然いけると思います。ただアルファードとか大きめの車なら1枚じゃ足りない可能性もあるので、その場合はもう1枚買ってください。よく1枚のタオルだけ使って水を吸わなくなったら絞ってなんとかする人多いですが、冷静に考えて2枚使った方が効率いいですよね。2枚あれば毎回途中で絞る手間がなくなって、1枚目の吸水力が落ちてきたらそれはもう使わないようにして、完全に乾いた状態のタオル使えば吸水力がマックスの状態で吹き上げ再開できるので、大きめの車乗ってる人は2枚買うことをおすすめします。そもそもこういう大判タオルは絞って使う想定して作られてないと思います。1回タオル絞ったら分かりますが、結構しんどいんですよね。ジーオンのタオルを毎回絞って使ってましたが、タオル大きすぎてタオルを絞るだけで手痛くなるし、完全に絞ったと思ってもやっぱり全体的にタオルが若干濡れてるので、その状態で拭いてもボディが少し濡れたりと、絞ったタオルには乾いたタオルほどの性能は正直ないので、2枚持ちが間違いないです。 Amazon 見てもこの大きさでタオル1枚2900円ぐらい、もう少し小さいサイズなら約1900円とめっちゃ安いのに、このクオリティなんで、これは絶対に買って失敗しないタオルなんで、売り切れる前に早めに買っといた方がいいですね。ちなみにこういうグリルとかは毛が短い長い関係なく、これまでのタオルと同様かなり拭きにくいので、素直にブロワー使った方がいいです。タオルだと15分かかるところ、ブロワー使うと1分で終わるので、グリルのところはブロワーがおすすめです。ただイッツウィンのこのタオル、水をここまで吸えて他のタオルみたいに引っかからないのに、小さいサイズだと1900円と安すぎるので、タオル製造のクオリティ大丈夫なのって心配になる人いるかもしれません。そこで今から韓国のイッツウィンの工場を見学させてもらった時の映像をご紹介します。これがイッツウィンのタオル工場ですね。韓国のソウルから車で1時間ぐらい行った場所に工場がありまして、メインはタオルなんですが、こういう手にはめて使うミットとか、手触りめっちゃいいミットとか、見たことないものだと色々と展示されてありました。こちらの工場の中に入ると、こういう機械を使って商品を一つ一つ手作りで作ってはるんですが、こういう機械は全部イッツウィンが独自に設計したその商品専用の機械を作って生産性を上げてるとのことでした。正直全部機械で作った方が量は生産できるんじゃないのと思ってイッツウィンの中の人に聞いたら、それではクオリティを保てないとのことで、イッツウィンではあえて手作業と機械のハイブリッドで効率よく生産をしているとのことでした。例えばこの手で作業すると指が痛くなるような中にスポンジを入れ込む作業を、その作業専用に作った機械で効率よくスポンジを入れ込んでたり、手作業ではどうしても辛い裏返す作業もこういう専門の機械を使うことで生産性を上げてたりと、全部機械で生産するのではなく手作業と機械のハイブリッドで生産することでコストを抑えつつ、同時に検品ができることでハイクオリティなものが作れるそうです。また出来上がったミットなどは箱詰めの前にちゃんとブロワーで抜けやすい毛を飛ばしたり、実際に使うユーザーのことを考えてひたすら生産されてました。イッツウィンは韓国の洗車タオルメーカーで、韓国国内ではかなり有名なんですが、その人気の理由がタオルの切り方、裁断方法にありまして、Amazon とかで売ってる激安タオルは大体が大量生産で、従来の刃物を使った裁断のせいでタオルの縁がほつれやすいものが多いところ、イッツウィンのタオルは全て超音波を使ってタオルをカットするので、刃物で裁断するのと比べてタオルの繊維がほつれにくくなって、切断面が滑らかで綺麗なエッジレスな仕上がりにつながってます。このエッジレスだと何がいいのかというと、タオルの端の処理が甘いと使ってるうちにタオルの端がほつれてしまい、それが洗車傷の原因になるし、エッジレスのおかげで縫い目がゼロなので、昔の洗車タオルのように縫い目がボディに引っかかって洗車傷になることもなくなるので、洗車の拭き上げタオルとしては最適な裁断方法みたいです。そのおかげでイッツウィンのタオルは全世界で売れてまして、この超音波を使った切り方や特許取得済みの自社設計の機械と手作業のハイブリッドでハイクオリティを保ちつつもコスパのいい価格帯で買えるのがイッツウィンの最大の特徴であり、いいところですね。これまでの話をまとめると、韓国のメーカーイッツウィンから出てる大判タオルのブラックホール、サイズは縦が70、横が90センチとかなり大きく、タオルを乗せて引くだけで水滴が秒で消えて、毛の短い面を使えばエンブレムで引っかかってタオルがほつれることもないので劣化しにくく、タオルの端もエッジレス技術で洗車傷も入りにくい設計なので、洗車屋さんでも仕事で使われているのにお値段がだいぶ安いコスパ最強タオルですね。これまではオートバックスで買うたプールの時に使うような乾いたらカチカチになるタオル使ったり、ありすぎてどれがいいかわからんからオートバックスで売れ筋1位のやつをとりあえず買って使ってましたが、その後に色々とネットで調べてレビュー数がめっちゃ良くて、車界隈で鉄板の G オンのシルクドライヤーを使ったりと色々なタオルを使ってきましたが、やっと値段も安くてクオリティが良すぎるタオルを見つけたので、タオルどれ買っていいかわからん人、とりあえずこれ1枚持っとけばまず間違いないので、タオル迷ってたらイッツウィンのブラックホールをおすすめします。
今回紹介した1つ目のタオルは Amazon か楽天もしくはカー用品店のジェームスに行けば売ってるので、ぜひ1枚買ってみて今僕が言うたことが嘘じゃないか実際に試してもらえたらなと思います。 Amazon と楽天で買えるサイトは動画の下にある概要欄にリンクを貼り付けておくので、気になった方はぜひ他の方のレビューも参考にしていただければと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキの Swift スポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドライブなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということで、また次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。